ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。好調角田裕樹に対してリカルドは残り2戦の結果次第という噂も。日本グランプリの FP1 は岩佐歩夢が出場の話題です。いざキャッシュアップ RB の角田裕樹選手のチームメイトであるダニエル・リカルドには残り2戦の結果次第ではリアム・ローソンと交代かという噂が出ています。このタイミングで4月5日から始まる日本グランプリのフリー走行1回目はリカルドに代わり岩佐歩夢選手が出場します。レッドブルのアドバイザーであるヘルムート・マルコはフランツ・トストと私は常に彼を信じていた、今はうまくいっているし勇気はドライバー史上でも認められていると角田選手のことを評価しています。ニュージーランドメディアの報道によると早ければマイアミでローソンが RB のリカルドのコックピットを引き継ぐ可能性があると伝えています。ニュージーランドヘラルド紙はマルコがリカルドに最後通帳を突きつけたと報じています。日本グランプリと中国グランプリでパフォーマンスが向上しなければリカルドは解雇されるという話のようです。スピードウィーク誌のコラムでマルコはオーストラリアグランプリのリカルドについて次のようにコメントしています。ダニエル・リカルドはキャンセルされた予選ラップで勇気にコンマ1秒差まで迫った。しかしエンジン交換とペナルティによってレースは始まる前から終わっていたも同然だった。モータースポーツトータル .com がマルコに取材したとして伝えているところによるとマルコはリカルドに最後通告などなかったと強調し、リカルドが鈴鹿で開催される日本グランプリの金曜フリー走行1回目をスキップすることになったことがこの憶測の引き金になったのではないかと伝えています。しかしこの噂が憶測に過ぎなくてもモータースポーツトータル .com は夏休みまでにパフォーマンスが向上しなければシーズン中のドライバー交代も否定できないと指摘しています。リカルドはレッドブルのシート獲得を目指して RB に乗っているわけですが開幕戦からほぼ角田選手に全敗状態です。モータースポーツトータル .com によるとリカルドは次のように語っています。シーズン開幕がこんなになるとは思っていなかった。昨年のブダペストでは予選ですぐに勇気を上回り実質的に予備知識なしで本当に強いレースをした。34歳のベテランドライバーであるリカルドは若手ドライバーである角田選手をきっと舐めていたんだろうなと感じられるコメントですね。角田選手についてフランツ・トスとともに角田選手をマルコは常に信じてきたと次のようにスピードウィーク誌のコラムでコメントしています。ダニエルの速さは向上しているが勇気は現在非常に高いレベルでドライビングしている。フランツ・トストと私は常に彼を信じていたし彼の速さは常に疑いようのないものだった。彼の問題はコントロールの欠如、暴走、そしてミスを犯しやすいことだった。今シーズンはそれが全てなくなった。勇気は若いうちにヨーロッパに来た。私たちとは全く違う生活だ。でも今はうまくいっているし勇気はドライバー史上でも認められている。今年は下位チームがポイント圏内でフィニッシュすることが極めて難しいため RB チームが貴重なポイントを取ったこともマルコは評価しています。メルボルンで7位に入ったことはレーシングブルズにとって重要なことだ。下位の5チームがポイント圏内でフィニッシュするのは信じられないほど厳しいことだ。だからこそウィリアムズがクラッシュしたアルボンにサージャントのマシンを譲るという決断を下したことも理解できる。アルボンは明らかに強いドライバーでありチャンピオンシップポイントは最大で1000万ドルの価値がある。この点では論理的な決断だった。またマルコは若者の間で一番人気のあるドライバーは角田選手と紹介し岩佐選手がフリー走行に出場することを明らかにしています。
今は2週間後の日本グランプリを楽しみにしている。鈴鹿は究極のドライバーズサーキットとして知られている。勇気にとってはホームレースとなる。最近の調査によると、彼は18歳までの若者の間で世界で最も人気のあるドライバーだという。何かあるかもしれない。金曜日にはオール日本の若手ライダー岩佐歩夢をトレーニングに起用する。しかも鈴鹿サーキットはレーシングブルズのマシンに合っているはずだ。モータースポーツ .com によると、マルコは角田選手のオーストラリアグランプリでのパフォーマンスを称賛しています。どのラップも競争力があったし、間違ったことはしていない。落ち着いていた。オーストラリアのような週末は、角田選手が2025年にレッドブルのセルジオ・ペレスのシートを獲得するのに役立っているかと尋ねられたマルコは、次のように答えています。我々がよく言っているように、1回の努力で成功することはない。だから、この方向で考慮されるようになるには、彼はもっと向上しなければならない。RB チームがハースを抜いて6位争いに加わったことで、チーム代表のローラン・メキースも角田選手のポイント獲得を喜んでいます。勇気は速く、よくコントロールされたレースを展開して中団グループのトップに立ち、今季初のポイントを獲得した。彼はウィークを通じて一歩も間違えることなく、冷静さと決断力でセッションごとに速さを増していった。角田選手は2024年型マシンが昨年のマシンよりもずっと安定していると感じていると話しています。レースウィークごとに自分をリセットしているんだ。でも実際、僕らのマシンは去年にはなかったような安定したパフォーマンスを持っている。去年は浮き沈みが激しかったから、それが強みの一つでもある。最近の2レースはフラストレーションが溜まっていた。いくつかのシチュエーションが起きて、ポイントを獲得できるチャンスがあったのに、それを失ってしまった。クリーンなレースが必要だと分かっていたし、それは達成できたと思う。ミスはなかった。これは僕にとってもチームにとっても、今後のレースに向けて良い自信を持つためにとても重要なことだ。4月5日から始まる日本グランプリでは、フリー走行で角田選手と岩佐選手による日本人コンビが見られることになり、とても楽しみですね。リカルドは残り2戦でマイアミからはローソンという噂もありますが、頑張らないともう後がない状況になってきているようには見えます。 RB の2024年型のマシンがリカルドに合ってないんじゃないかという話もありますが、マシンは角田選手に合わせていたものでもなく、もうこれはリカルドの実力なのかなと思います。リカルドは昨年のハンガリーで初めてアルファタウリに乗って予選でたまたま角田選手を上回り、これはいけると勘違いしてしまったのかもしれません。リカルドのコメントではまだまだ遅いということを認めたくないという気持ちがひしひしと伝わってきますが、リザーブドライバーのローソンの出身国であるニュージーランドからはさすがにもう交代じゃないのかと噂が出てきています。角田選手は2024年型マシンが昨年のマシンよりもずっと安定していると感じているので、これからもコンスタントに結果を残せていけるかもしれませんね。好調角田勇輝に対してリカルドは残り2戦の結果次第という噂も。日本グランプリの FP1 は岩佐歩夢が出場の話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。